どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画にした自分の家で一番でかい90センチ水槽のことは覚えていますでしょうか？そういえばそんなのあったなって思った方は、概要欄に再生リストの URL を貼っておきますので、そちらの方も見てやってください。そんな10個以上も水槽を管理している中で最もでかい水槽なんですが、立ち上げてからというもの、数えるほどしか動画に登場してないんですよね。それにはいろいろ訳があるんですが、一番の原因は映り込みです。正面から撮影していると一番顕著なんですが、水槽の置き場所の関係でめっちゃ反射しちゃうんです。正直これがなければ細かい経過報告とかもできるんですけど、いかんせん撮影が億劫になって長期スパンでの動画投稿になってしまいます。前回投稿した動画も去年の10月ということで、だいぶ時間が空いてしまいました。ただ、立ち上げた水槽はリセットするまでを動画に残すといつも言っているので、できるだけ動画として出せるような内容が撮れるよう頑張っていきます。というわけで今回はそんな久しぶりの90センチ水槽の動画です。前回の動画では遠目から見るとすごく綺麗に見えるけど実はアラが目立つということをお話ししました。具体的には細かい芝生状の苔がついてきたりとか、前茎部は実は水槽底面丸見え状態で未だに底砂を敷いてないとか、土留めが甘すぎてソイルがダダ漏れになってるとか、上げ出すとキリがないです。個人的には振り返って見てみるとなんとなく綺麗というか、最初は納得いってない部分も多かったんですけど、一周回って好きになってるまであります。そんな水槽なんですが、先ほどの撮影のしづらさや粗さのせいで、いまいちモチベが上がらないんですよね。気づいたら水替えばっかでこまめなメンテナンスをしてなかったりとか、自分のメンタルがもろに反映される水槽になってしまいました。というわけで前回の動画から3週間が経過した状態がこちら。後ろの有形層がもさり出しました。90センチ水槽って高さが45センチあるんで、そうそう水面に到達なんてしないだろうと思っていたんですが、想像以上に早いです。グリーンロタラは他の有形層に比べるとまだマシな方ですが、そろそろ水面に到達しそうですし、ロタラマクランドラに関してはもろに首をかしげちゃってます。ミリオフィラムマトグロスセンセも結構成長が早く、最初はおとなしくしていたんですが、どんどん勢力を拡大しています。ちなみに他にも植栽しているロタラマクランドラミニとベトナムゴマのハグサ、ニードルリーフルドビジアに関しては、先ほど紹介した3種類の有形層に押されてなかなか顔を出してくれません。有形層って種類によって全然成長速度が違うから、いろんな種類のものを植栽すると足並みを揃えるのが難しいですね。ここら辺が奥深いところ。次は前茎から中茎の陰性水草たちも見てみましょう。ミクロソリウムナローリーフはなんか葉が伸びてきて圧迫感が生まれています。健康なのはいいことなんですけどね。南米ビローモスはこんな感じで、水流が当たるところは活着力が弱いせいもあってなかなか綺麗に育ってません。比較的水流が穏やかな部分は三角場を展開してきており綺麗です。ただ南米ビローモスよりも他に活着させていたピーコックモスが想像以上に美しいことに最近気づきました。こちらも南米ビローモス同様三角の葉を展開していく綺麗なモスなんですが、個人的にはこっちの方が好きです。南米ビローモスよりも活着力が高く、おまけに色も濃い緑なんでとても映えます。どうしてもビローモス系は繁茂すると剥がれることが多いので、そういった意味でも活着力が高いのはいいですね。あまり売られてないので見かける機会は少ないかもしれませんが、プレミアムモスを除いてならこのモスが一番好きです。続いてはミクロソリウムイーストカリマンタン。こちらはミクロソリウムトライデントと似ている種類なんですが、トライデントよりも葉が長くならず、こんな感じで密生した茂みを作ってくれるのですごく気に入っています。どうしてもミクロソリウム系は間延びしちゃって定期的に間引かないと90センチ水槽でもでかく感じちゃうんですが、このイーストカリマンタンなら通水性を確保するくらいに間引くだけでモサモサしてくれるので楽です。
30センチキューブとかにも使えるスケール感でおすすめなんですが、正直このミクロソリウム売ってるとこ見かけたことないんで、入手性は極めて悪いのが難点。続いてアヌビアス7プチですが、このように流木の隙間に挟んだだけのものもたくましく成長してくれてます。やはりアヌビアスはいいですね。これが増えていけばもっと存在感のある水形が作れそうです。流木の根っこ付近もこの通り、若干間延びはしていますが、結構密生しているので見た目的にもそんなに見苦しくありません。丈夫な陰性水草はほんといいですね。最後に右下にポンと置いていたブセファランドラクダガン。水流によってなぜか引っかかってしまったミクロソリウムが若干邪魔ですが、結構順調です。正直立ち上げ初期から入れてたので溶けないか心配していたんですが、杞憂だったようです。このまま順調に成長して石付きの大群生株になってほしいですね。というわけで、水草の育成具合はだいたい良好な90センチ水槽。そろそろトリミングしないといけないということで、初のトリミングを行っていきます。果たしてどんな印象になるでしょうか。それでは早速やっていきます。まずはグリーンロタラから。90センチ水槽の作業は設置場所の高さなどの兼ね合いからなかなか撮影が難しく、今回もピントが合ってなくて申し訳ないです。とりあえずいつものようにバッサリカット。なんだかんだまだ1回目のトリミングなんで超短く切ります。というか一度もカットせず水面に到達するまで放置するってなかなかですよね。ある程度カットしたら残骸を回収して次に移ります。続いてはミリオフィラムマトグロスセンセとロタラマクランドラです。他にもおそらくこの場所には水草があるんですが、カットしてる段階ではなかなか見つけることができず、後で仕分けすることにしました。カットしたら大量の残骸が出てきたんですが、その中のミリオフィラムマトグロスセンセが若干色が悪いです。茶色くなってるものもあったので、やはりトリミング時期が遅かったのかもしれません。カットが終わったら水替えをしていきます。60センチ水槽とかならあっという間なんですが、プロホースでの水替えは2分の1でもだいぶ時間を要します。さすがは90センチ水槽、水量が伊達じゃないです。ある程度水を抜いたら浄水器で注水しつつプロホースでの水抜きも並行します。おそらく相当な量の水を捨ててると思うので、気にしだしたらもったいなく感じちゃうこと間違いなし。というわけで水替えも終わったので、上からトリミングした水草を見てみましょう。ご覧の通りグリーンロタラも若干葉の色が悪いです。ミリオフィラムマトグロスセンセも手前に行くにつれて状態が悪い。おそらく中心部分は伸びきった葉に阻まれて光が当たらなかったためこうなったんだと思われます。ロタラマクランドラは特に悪くはないんですが、地味に後ろにニードルリーフルドビジアが繁茂してますね。正面から見ると存在感がなく分かりづらいんですが、意外と元気にしてました。ちなみにその隣の左側に植栽していたベトナムゴマの葉草はなぜか知らないですが溶けてます。環境が合わなかったんでしょうか。リベンジしないといけないですね。左のグリーンロタラは右に比べてそこまで状態は悪くない印象です。そんな感じでバッサリトリミングした後がこちら。だいぶスッキリしました。ただ赤が見えなくなって若干殺風景になったのと、光がしっかり水槽の底面まで降り注ぐようになったことで、化粧砂を敷いていないのがバレバレになってしまいました。というわけで後継層の初トリミングを行ったんですが、水槽内の養分をもりもり吸ってくれる後継層をすべてバッサリカットした結果、苔がめちゃくちゃ増えることが予想されたため、ここに来て苔取り生態最強であるヤマトヌマエビを出動させることにしました。実はこの時スネール駆除の兼ね合いでヤマトヌマエビを避難させてたんですよね。幸いなことにそこまで苔まみれにはならなかったんですが、今後そうなる可能性も踏まえて結構多めに入れてます。正直何匹くらい入れたか忘れちゃったんですが、だいたい50匹くらい入れたと思います。これが多いか少ないかは見解が分かれるところですが、水草の食害がなくヤマトも落ちなければ別にどれくらいだっていいかなという感じ。というわけでとりあえず水草もトリミングして綺麗になったわけですが、
前回お話しした問題はもろもろそのままです。苔に関してはこれからヤマトが駆逐してくれることを期待していますが、もしかするとウィルオモスがハゲ頭にされる可能性もあります。そこら辺は状態を見つつ対処していければと思います。立ち上げてすでにだいぶ時間は経っているんですが、まだまだ動画でお話しできていないことも多いので、今後もできるだけ経過報告をしていきます。これからの90センチ水槽が気になる方は、ぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。